今回お持ちしてるのは、QF のチタンモデルの方なんですけども、むちゃくちゃ軽いですね。シルバーと黒のインダイヤルの、パンダ顔タイプの方でして、かなりこの人気のこの配色ですよね。ラブハウス的な良さっていうのがあるかなというのが一つと、どうもこんにちは。時計通信編集長の須川です。今回は予算20万円台のおすすめ5選ということで、5つ私のおすすめを紹介したいと思います。まず1つ目に挙げたいのは、こちらです。グランドセイコーの QF モデルの上位機種です。例えば今こちらにお持ちしているのは、QF モデルのこれチタンタイプですね。外装の素材が一般的なステンレスではなくて、これがチタンのタイプです。この中古のプライスとして予算を見ていくと、大体こういったチタンだったり、GMT だったり、一般的なステンレスのQF モデルではないモデルまで手が届きますので、これは非常に興味深いなということで紹介させていただいています。グランドセイコーの QF の予算については過去の動画でご紹介しておりますので、そちらをご確認いただければと思います。今回お持ちしているのは、QF のチタンモデルの方なんですけども、私も今手に持ってもむちゃくちゃ軽いですね。ですので、これだったらやっぱり付け心地っていうのはかなりいいかなっていうふうに感じます。色味もですね、やっぱステンレスとは違った色味になってくるので、ここもですね、やっぱ差別化というところでは、やっぱりステンレスモデルじゃないなっていうのもすぐ分かりますので、そういった意味でもやっぱり特別感があるのかなと思います。予算20万円台のおすすめモデルの2つ目としてはこちらです。ティソの PRX のクロノグラフです。私がこのモデルを予算20万円台のおすすめに挙げた、理由としては、やっぱり今このティソの PRX というのはこのラグスポの中でも非常にリーズナブルで手に入るラグスポということで、かなり注目を浴びているモデルかと思うんですけども、こちらはその最新の PRX よりもこのワンランク上になってくる上位機種のクロノグラフモデルになります。このモデルであれば今中古市場では約20万円ぐらいで流通していることが多いかと思いますので、これも20万円台で手に入るということになってくるんですけども、どこがいいかと言いますと、まずこのクロノグラフになりますので、もちろん機能が増えるというのはあるんですけども、それだけではなくて、まずサイズがかなりボリューミーになってきますので、かなりこのラグスポとしてのこのボリューム感、質感っていうのがぐっと上がります。あとクロノグラフになってくるので、このインダイヤルというちっちゃい針がついてくるんですけど、このインダイヤルがあることによって、普通の文字盤の外側と内側で色が変えられるということがありまして、このクロノグラフモデルは色が文字盤が1色ではなくて2色になってくるので、よりデザインも面白くなってくるというのがありますので、このクロノグラフモデルというのは、最新の PRX と比べても非常に面白い点が増えてくるかなと思います。ムーブメントも、こちらティソというのが、スウォッチグループというところにいますので、その同じグループ内のムーブメントメーカーの他社のムーブメントを使っているんですけども、これも一般的なムーブメントではなくてですね、他社の、一般的な機械式クロノグラフというのは7750という有名な機械があるんですけども、それを横見つめ版にした機械が入っています。で、さらにその機械に対してスペックアップをして搭載してますので、通常のよく搭載されている機械式クロノではなくて、横見つめバージョンにされている方ですので、ここも非常に面白いのかなと思います。このエタの横見つめというと、例えばカルティエのサントス100のクロノグラフだったり、そういった機械にも搭載されているような機械ですので、もちろんちょっとバージョンは変えてあるんですけども、そういったようなクラスの機械が搭載されているということを考えたら、この PRX もかなりその20万円前後で中古で手に入るというのはかなりお買い得感が高いのかなというふうに感じます。ちなみに今回こちら持ってきているのはシルバーと黒のインダイヤルのパンダ顔タイプの方でして、かなり人気のこの配色ですよね。最近のティソはやっぱりシースルーバッグも基本的に採用しますので、先ほど言った機械もシースルーから裏から見れますので、そういった面白さもありますので、単純なクォーツでは楽しめなかったこの機械的な面白さというのが見れますので、この PRX クロノグラフ非常に素晴らしいと思います。はい、では次に予算20万円台のおすすめの3つ目としてはこちらを挙げたいと思います。ブライトリングのエンデュランスプロです。このモデルは2020年に登場したばかりで、まだここ最近登場したという印象があるので、まだまだ新モデルという印象ではあるんですけども、まずこのエンデュランスプロ、何がすごいかと言いますと、まずこのトレンド感というのが一ついいかなと思ってるんですけど、最近はカラフルな色味っていうのを採用するっていうのがトレンドになってきていまして、ドレックスもそうですし、オメガもタグホイヤーも、文字盤だったり外装に白、黒、シルバーだけではなくて、
例えば青だったり赤だったり黄色だったりいろんな色を取り入れてるっていうトレンドがある中で、このブライトニングのエンデュランスプロにもそういった試みがされてますので、これは今青色ですけども、その他にも赤だったり黄色だったりいろんな色がありますので、そういった今のトレンドに合ったようなラインナップになっているので、そのトレンド感のあるものが手に入るというのが一つあります。あとはブライトニングといえばクロノグラフが欲しいというのがやっぱり需要としてはあるんですけども、今現状ブライトニングの機械式クロノグラフを、メーカーで購入しようとすると、普通に100万円ぐらいはしてくるという状況になっていますので、その中でこのエンデュランスプロというのは、中古金額にすると、20万円台後半ぐらいで手に入るような状況です。場合によっては30万円ぐらいになっていることもあるんですけども、20万円台後半でも手が届いてくるかなっていうぐらいになってますので、ブライトニングのクロノグラフがその金額っていうのはかなりお買い得感高いと思います。で、なぜその金額でこのブライトニングのクロノグラフができるかと言いますと、これはその機械式自動巻きとかではなくてクォーツクロノということなので、それが実現しているということです。ただしこのブライトニングのクロノグラフがクォーツになったからどうだっていうところがあるんですけど、このブライトニングのところはすごいのが、クォーツであっても、クロノメーターという精度、高精度を証明する検定ですね。これを通してくるところがすごいところで、文字盤にクロノメーターとここに書いてありますので、で、このクロノメーターに取ったのがこのスーパークォーツって言われまして、だいたい一般的なクォーツの10倍の精度があると言われていますけれども、そういった10倍の精度があるようなスペックで、ブライトニングのクロノグラフでっていうところになってきて、あと今トレンドのカラーも採用していて、そして金額が20万円台後半ぐらいで手に入るということなので、これはちょっと人気になるのはうなずけるかなというふうに感じます。ちなみに今回持ってきているのは、このエンデュランスプロの中でも、この、青いタイプなんですけども、特にこのエンデュランスプロで面白いのが、この素材、ケース素材が、ブライトライトという素材を使っていまして、ステンレスとかチタンよりも軽くて、かつ硬いということもありますので、外装もかなりタフっていうところがありますので、見た目も黒くなるので面白いんですけど、そういった配色の面白さだけではなくて、そういったちゃんと質実剛健な実用性も高いというところも非常に魅力かと思います。予算20万円台のおすすめモデルの4つ目としては、こちらを挙げたいと思います。こちらはエルメスの自動巻きのメンズウォッチですね。こちらはその中でもケープコッドというモデルになるんですけども、その他にも例えばアルソーのクロノグラフだったり、自動巻きのエルメスというのはメンズウォッチもいくつかありますので、そういったものが私としてはお勧めしたいなと思っています。で、その理由なんですけども、まず、機械式時計といった時に皆さん多くの方は、ロレックスだったりオメガだったりというイメージがあるかと思うんですけども、実はエルメスも、一部の時計でこの機械式時計を作っていまして、でエルメスは、バッグなど革製品の方ですごい知名度が高いんですけども、機械式時計になってくるとなかなかお持ちな方がいらっしゃらないかと思いますので、このすごい盲点になっているような私は感じがしていますが、実際のところエルメスはデザイン力がずば抜けてまして、この時計メーカーでは思いつかないようなデザインの時計が作れると。あとこの場合特に革がこれドゥブルトゥールというタイプでなんですけど、革までこだわりをつけることもできるので、非常に時計のデザインとして面白い、さらに本格機械式時計を楽しめるというところがあって、エルメスのデザイン力、そしてエルメスの革製品に対する品質を持ってきて、さらにこのエルメスの場合知名度がずば抜けて高いので、いいところがたくさんあるんですけども、時計の金額にした時にはかなりリーズナブルな感じになってきますので、これ中古プライスにするとやっぱり20万円台で手に入ってしまうので、こういった知名度の高い機械式で個性的なデザインの本格的なものが20万円台手に入ってかなり稀有なことかもしれませんので、非常に穴場のような感じがして、私としてはこの、エルメスというデザインお好みであれば非常におすすめかなと思っています。ちなみに今回持ってきているこのケープコッドドゥブルトゥールですけども、このサイズ感割と小ぶりなサイズ感なんですけども、機械式、自動巻きの機械が入っているということもありまして、非常にこのコンパクトで機械式っていうのは非常に珍しいなと思いますし、あとやっぱりこの文字盤のこのインデックスの形ですね、これが非常に個性的で、エルメスが考えたこのインデックスのレタリングですね、一般的な時計ではまず見られないような書体の文字がついてますので、非常にデザインもやっぱりこだわりがあって面白いですね。予算20万円台のおすすめ時計の5個目としてはこちらを挙げたいと思います。ノモスのタンジェントというモデルです。このタンジェントはこのノモス、ドイツメーカーノモスの代表モデル
になっていまして、90年代の頭ぐらいからずっと生産しているモデルですので、もうかなりロングセラーになってきてるかなっていうモデルになっています。で、このタンジェント、まず金額で言うと、これですね、面白いところが、今だったら並行輸入の新品でもおそらく20万円台で手に入ってくると思います。もちろん自動巻きモデルとかいろいろ種類がある中で、特に手巻きモデルはリーズナブルなので非常に狙いやすいかなと思いますけども、非常にシンプルな作りをしているんですけども、ケースデザインが特徴的でして、これ見ていただくと、いわゆるこのシリンダーケースといわれるケースに幾何学的な形でラグが付けられているという形になっています。私個人的にちょっといいなと思っているのが、これもともとどうやらこのタンジェントのデザインっていうのが、もともと1930年代のランギャンドゾーネのデザインをそこに版を取っているということみたいで、もともとこのドイツの昔の時計から着想されているので、そういったこの昔ながらのドイツの良さっていうバウハウス的な良さっていうのがあるかなというのが一つと、あとはその手巻きムーブメントがメインのモデルですっていうのはなかなかないと思いますので、そういったこの手巻きが主役になっているっていうところも面白いかなと思います。もちろん最近は自動巻きモデルなども作っていますけども、両方選べるので、特に手巻きっていうのは私おすすめです。ちなみに今こちらに持ってきているのはちょっと日本限定モデルの、ノモスのタンジェントになるので、これちょっと金属ブレスがついてるんですけども、一般的には革ベルトで革ベルトがですね、コードバンを使うことが多いので、要は馬の革ですね。これも非常に珍しいかと思いますし、あとこの質感ですね。この質感でいうと、この針とかはブルースチールを使っていますし、あと、やっぱり手巻き時計だったりするので、このスモールセコンド、ちっちゃい秒針がつくので、非常にこの見た目がクラシカルで、あとブルースチールの上質感ですね。そこも味わえるので、非常にいいかなと思っています。あとは手巻き時計なので、巻いて楽しむという楽しみがありますので、そういった手巻きの時計を楽しめるという良さは非常にいいのかなと思います。はい、ということで今回は予算20万円台のおすすめ時計として、5個紹介をしてきました。で今回紹介した、モデルは全てもちろん20万円台で今だったら購入できると思いますので、もちろん、相場の変動などあることもあるかもしれませんけども、今であればその金額で十分狙えるかなと思いますので、私としては非常におすすめです。特にこの予算20万円台の時計というのは、この予算10万円台の時には選べなかったこの個性だったり面白さっていうところの要素が選べるようになる金額帯ですので、私としてはそういったリーズナブルでありながらもそういったこだわりポイントだったりそういった面白さっていうのが手に入るところなので、非常に面白い金額帯かなというふうに思ったので、今回おすすめをさせていただきました。今回の動画が気に入っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントをお待ちしております。また、今回の内容はブログでも配信しておりますので、そちらは概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらもご覧いただければ嬉しいです。